どうもケイティです。老舗や名店を食べ尽くしていくケイティイーツが人生に一度は訪れたい大阪珠玉の名店5選をお届けします。今流行りのお店ではなく不動の人気を誇るグルメ大国大阪屈指の名店ばかりなので、ぜひ最後までご覧ください。まず最初は大阪難波の有名な昭和21年創業老舗の洋食店で、難波グランド花月からも近く、芸人さんたちからも絶大なる支持を得る人気店で、行列が途絶えることはありません。並んでいる間にお店の方からメニューをもらえるので、待っている間にゆっくりと決められます。じゃあいただきます。美味しいポタージュ。ポタージュスープは懐かしい昔ながらの優しい味。じゃがいもの風味がよく、あっさりとしていてスプーンが止まりません。タルタルがすごいね。大きなエビが3本、それにスパゲティとポテトサラダ、レモンとふわっふわのキャベツが添えられています。極細のパン粉で衣はサックサク、中はしっとり、エビの旨味が濃厚です。甘めの自家製ソースがたっぷりとかかっています。でこのタルタルは結構白身がしっかり大きい。卵がゴロッと入ったタルタルソース、卵のコクとピクルスの爽やかな酸味が後引く美味しさ。ラードでカリッと揚げられているので、尻尾まで美味しくいただきました。大人気のオムライス、こちらにも自家製ケチャップソースがたっぷりとかかっています。これ止まらない。うまい。ケチャップライスの方もパラパラしてるの美味しい。完璧にコーティングされたお米はパラパラ。こちらのオムライスは少し変わっていて、チキンライスではなく、なんとビーフ、大きな牛肉がたくさん入った贅沢なオムライス。パラパラのケチャップライスととろっとした卵、懐かしい甘めのケチャップソースもたまりません。目玉焼きはライスの上に避難させました。肉汁でパンパンに膨れ上がったハンバーグは、ちょっと触っただけで肉汁が溢れ出します。重低の看板メニュー、ハンバーグステーキ。牛と豚の合いびきミンチはジューシーで肉々しさもあって最高です。肉肉しいし、デミグラスソースがうまい。すごいよデミグラス、うますぎる。創業以来継ぎ足し継ぎ足しで深みを増したデミグラスソースも絶品。表面はしっかり焼いてある。今時はレアハンバーグや飲めるハンバーグなどいろいろありますが、注文を受けてから自家製ミンチの空気を抜いて丁寧に作られた正統派のハンバーグがやっぱり一番ですね。最高のハンバーグに感動しています。ハンバーグは通常でも 180g、 こちらは 1.5 倍の 270g で 360g のダブルハンバーグステーキまでありました。付け合わせのナポリタンは昔ながらの極太スパゲティ、甘めの懐かしい味付けが最高です。千切りキャベツもふわっふわで美味しいんですよ。一つ一つが丁寧に作り込まれていて本格的。それでこの価格帯なのは本当に驚きです。肉汁が混ざったソースがもったいないので、ライスと絡めていただきます。少し行儀が悪いかもしれませんが、もうこれは仕方ありません。こちらのソースには仕上げに醤油が使われているので、ご飯との相性は最高です。
次のお店は賑やかな道頓堀に情緒ある柳の木が目印。1838年芝居茶屋から始まり、現在7代目。いなり寿司の薄揚げをお出汁に入れた最初のお店、きつねうどん発祥とされているお店です。国内外問わず有名なお店なので開店時間前に着きましたが行列でした。入店するとエレベーターに案内されました。 JSB この辺全部なんだろう。なんと4階まであるとは驚きました。座席の間隔が広々としているのでゆったりと食事ができそうです。メニューは豊富で、うどん、そば以外に丼や一品、鍋や甘味まであります。かつては芝居茶屋だったという今井さん、お茶がすでに美味しいんですよ。あ、お茶美味しい。はい、お待たせしました。親子丼ときつねうどんです。はい。はい。こちら七味置いときますね。はい。北海道産の天然真昆布、九州産のサバ節とウルメ節をふんだんに使った贅沢な出汁は旨味が強く深い味わい、じんわりと染み渡る美味しさ。うまい。低下水の麺がうまい。加水率が想像していた普通のうどんよりわずかに低く、もっちりとした絶妙な弾力、小麦の香り、このうどんは驚きました。絶品です。うまい。明治27年に登場したきつねうどん、大ぶりなお揚げが2枚も乗っています。甘めのお出汁が染みてふわふわ。鳥をね、楽しみにしてたから、大阪に来るたび毎回鳥が楽しみだからさ。あ、早い。うまさが早い。すぐうまい。鳥の旨味がすごい。もう一ついきたい。柔らかくジューシー、大きなもも肉が贅沢に使われています。卵は白身2つ分、黄身1つ分で閉じられていて、上に乗せた卵黄でちょうど卵2個使われていることになります。親子丼と小うどんのセットが1730円でしたが、たくさん食べたいのでうどんを普通サイズでお願いしました。親子丼単品1500円のところを吸い物抜きで300円引きと、きつねうどん880円で合計2080円で注文することができました。乗るか。すごい弾力。跳ね返されるぐらいの美しい月光色に輝くあんと麺だけという究極にシンプルな一杯。だしをぐらぐらと煮立たせてから一気にとろみをつけるというあんはまろやかで滋味深い。麺もきつねうどんよりさらにもちもちとした食感に、今まで食べてきたうどんとはまるで別物。感動の一杯でした。こちらの美しさにも感動しました。爽やかな笹の香りがします。薄作りの鯛から木の芽が透けて見えます。寿司酢もほんのり、こちらも上品。こちらはお土産にもできるそうです。続いてこちらも有名な老舗の名店です。
始まりは鎌倉時代。当時は泉屋という屋号でお餅を作っていた神袋さんは文禄2年、なんと豊臣秀吉の命により今の屋号になったという由緒正しき老舗の和菓子店です。入店したらまずレジで注文と精算を済ませます。メニューはこの2つ、どちらもくるみ餅で氷ありかなしかを選びます。シングルは餅が5つ、ダブルは餅が10個です。お持ち帰り用の商品もありますが、賞味期限は当日限りなのでご注意ください。こちらの番号札をもらってしばらく待ちます。こちらのお店はなんとも不思議で、この空間にいるだけで和むんですよね。お店の方も柔らかい物腰で居心地が良く、心安らぐ雰囲気が印象的。下にねこのくるみが入ってます。すごいふわふわじゃない？ふわふわ。なんか雪みたい。雪。出た。ふわふわのかき氷は口に入れた瞬間消えてしまいます。海餅のあんが濃厚なので氷と一緒に食べるとあっさりいただけます。うわ、これうまい。すごいこれ。くるみ餅というのはナッツのくるみではなく、餅を包んで食べるところからくるみ餅と名付けたのだそう。あんの主原料は大大豆らしく、他にもごまなどが見受けられますが、一子相伝のレシピは企業秘密。このあんが濃厚で香ばしくて絶品です。あんもうまい。多分シンプルな素材なんだろうけど、ものすごく複雑なお味に感じるの。同じものですが、こちらはあんがねっとり濃厚です。こちらの方がお餅も柔らかく、しっとり滑らかなお餅の美味しさが際立ちます。神袋さんは支店を持たず、地方発送も行われていないため、ここでしか味わえない堺の夏の風物詩、唯一無二の一品に感動しました。続いてこちらのお店は西成区、創業昭和51年、ミシュランのビブグルマンや食べログ100名店にも選出される行列の絶えない有名店です。メニューはシンプル。お好み焼きと焼きそば、ロールとモダン焼き、どれも具材によって値段が決まっているのが面白いですよね。焼きそばでもロールでもイカは820円で、豚だと890円。手軽に儲かりそうなサイドメニューもありません。大将の実直なお人柄が伝わります。お好み焼きなど料理は全て仕上げてから提供してくれるタイプのお店で、ソースは各自お好みでかけるそうで、卓上には甘口、辛口、泥ソースが用意されています。すいません。もうここからもうこれでカットして取り分けてもいいですか？少しソースかけて召し上がっていただきます。ここから見て右側の甘口が普通のやつで、真ん中がウスターソースみたいな、辛いやつが一番辛いやつです。基本的には甘口でやっていただいて、残りの2つは物足りひん時にピザのタバスコみたいな感じですから。わかりました。じゃあこっちに、はい、ありがとうございます。結構もうとろみがすごい。うわ、ちょっとミックスのシーフードの量が多すぎるけど、いかにのエビのこの大きさよ。でかいでしょ。だってイカ柔らかい。まずはイカだけをいただきましたが、この柔ら
かさには驚きました。大ぶりのイカ、エビ、豚肉がゴロゴロ入ったミックスロールはかなりのボリューム。イカもエビも柔らかく、豚肉はジューシー。素材の良さに驚きました。卵はトロトロ、甘口のソースとよく合います。小麦粉の生地がない分、素材の良さがダイレクトに伝わります。やっぱり鉄板を囲むのは楽しいですよね。お店の方も気さくで親切なので、お店が明るく活気があります。イカの焼きそばです。はい、嫌いじゃなかったらそこの四角いところに青のり加工があるんで、そこに全然割り箸でお願いします。これで取ってっていうことですね。で、青のりとかがちょっとつまみにくいので、よかったら器ごと上にしてかけたら華増しやと思ってください。わかりました。で、壺の中に紅生姜もあります。ありましたね。はい、ここにかけちゃっていい。これイカだ。イカ焼きそば。焼きそばも具材が大ぶりで豪快です。こちらはソースなど何もかけずに青のりと鰹節を少しかけました。焼きそばも絶品、箸が止まりません。もちもちとした太麺とやっぱりソースが美味しいんですよね。大きいのイカが大きくて柔らかいの。もうイカがすごくうまいの。イカがうますぎるぐらいうまいよね。これもうここで、そうですね。まず上にマヨネーズとケチャップとからしがついてますんで、テコでちょっとぐるぐるって広げてからソースを流します。カリッカリ。バラとロースがつながった大きなお肉が渦巻き状になっていて、香ばしくカリカリに焼き上げられています。一つ焼き上げるのに15分もかかるそうです。ふわふわだね。持った感じがふわふわ。出来たて熱々のお好み焼き。キャベツふわふわ、サクサクって音がするぐらい豚がすごくカリカリで、なるべく地元産の食材を使用し、揚げ玉は天ぷら屋さんから仕入れているそうで、鮮魚店がやっている天ぷらなので魚介のエキスが感じられる揚げ玉になるそうで、お肉はジューシーで旨味が凝縮、生地はふわふわ、キャベツがぎっしり入っていますが、軽い食感でいくらでも食べられそうです。次は泥ソースでいただいてみます。泥ソースはウスターソースを作る過程で出る沈殿物で作られているソースですが、辛いので甘口ソースに少しずつ足しながら調整するのがいいそうで、このソースも美味しくてびっくりしました。辛さは驚くほどでもありませんが、カレーぐらいのスパイシーさがあります。こだわりの食材も素晴らしいですが、こちらのマヨネーズやソースはやみつきになります。まだ熱いけどさ、もういいよ。続いては大阪天満宮からもほど近いこちらのお店。創業昭和34年、大阪で一番有名な食堂ではないでしょうか。長蛇の列を作る老舗の大衆食堂で、この日は平日の1時30分でこのぐらいの行列。大阪名物の肉水とだし巻き卵を求めて地元の方のみならず観光客も押し寄せる人気店です。老舗の食堂はメニューが豊富です。和食から中華、洋食まで何でもあります。大声で言ってる。はい、いただきます。ありがとうございます。早速大人気のとんかつ定食が来ました。定食には豆腐とわかめの味噌汁と漬物、冷ややっことご飯がついています。漬物はなんと自家製で、浅漬けとぬか漬けの2種類。この日はきゅうりと大根と白菜の漬物でした。このお漬物が本当に美味しいんですよ。ご飯もふっくら炊きたてです。味噌汁美味しい。すごい。
とんかつおいしい。柔らかい。肉がいいんだ。これはうまい。肉がうまい。こちらのとんかつは注文を受けてから貝肉を切り出し、国産の厳選された豚肉で作られていると以前常連さんから教えていただきましたが、やっぱり豚の旨味が違います。これはすごいですね。大阪名物肉水です。大阪難波のうどん店千歳さん発祥ですが、こちらの肉水も大人気。ほとんどの方がこちらを注文しています。肉水うまい。山椒の爽やかないい香りがします。カツオと昆布の濃厚なだし、お店でブレンドした3種類の削り節と昆布の合わせだしだそうです。牛肉の脂も溶け出して最高です。プルプル豆腐。木綿豆腐、卵とお肉、ネギもたっぷり入っていて、かなり具だくさんの肉水で、だしをたっぷりと吸った豆腐はプルプル。大豆の甘みが感じられる濃厚な豆腐は木綿とは思えない滑らかさ。ふわふわなのでいくらでも食べられそうです。ね。食べ比べで冷ややっこも食べてみましたが、こちらもプルプル滑らかなんですよね。完全にラーメンスープだね。焼き飯には中華スープがついています。このスプーンの包み方がもう懐かしいですよね。こういうところでいちいち感激してしまいます。すごい。パラパラの焼き飯は細かく刻まれた具材がたっぷり。具だくさんのパラパラ。エビ、チャーシュー、卵、人参、玉ねぎに長ネギも入っています。ラーメン店のチャーハンとはまた違った老舗食堂の焼き飯。ほんのり甘みを感じるどこか懐かしい味。昔ながらの焼き飯が最高です。焼き飯とセットのスープにはネギと錦糸卵が入っています。ものすごく生姜が効いてる。生姜を効かせたラーメンスープのようなあっさりとした中華スープ。大人気のだし巻き卵、こちらもほとんどの方が注文されています。お皿からはみ出る大きなだし巻き卵、すごいボリュームです。1人前に卵3個使用されているそうです。なんとかお箸でつかめるぐらいの柔らかさ。だしをたっぷりと含んでプルプルです。うわー、ふわふわ。卵が美味しい。だしが口いっぱいに溢れ出します。長年の勘で個体を保っていられるギリギリのところまでだしを卵に入れるそうです。卵うま。肉水の最後は牛丼にしていただきます。豆腐？今卵を溶いてる音が聞こえる。厨房からは絶え間なく卵を溶く音が聞こえてきます。だしをたっぷりとかけてつゆだくでいただきます。結構火が通ってる。肉水丼間違いない。美味しそう。すごいお肉たっぷりだね。黒電話の音が懐かしくていいですよね。今回初めてラーメンも注文してみました。ラーメンにはたっぷりのわかめともやし、チャーシューとネギが乗っています。焼き飯についていたスープと同じと予想していましたが全然違いました。こちらはタンメンのようなあっさりとしたスープ。優しい味わいが最高です。全部飲んじゃったからね。
もちっとした麺は小麦のいい香り、程よくコシがあって美味しいです。食堂のラーメンって美味しいですよね。ラーメン店とはまた違った美味しさで、食堂にしかない良さがあります。こちらは前回行った時にいただいたオムライス。お肉もゴロゴロ入っていて具だくさん、甘めのケチャップソースがたまらない美味しさでした。違う、本当は焼き飯の方のもうスープも飲みかける美味しさ。それでは皆さん、今回の KT イーツはいかがだったでしょうか。大阪に行ったら行ってみたいなというお店はあったでしょうか。どのお店も大阪を感じられる名店中の名店、美味しそうだなと思ってくれたら、ぜひグッドボタンを。黒電話懐かしいねという私と同世代の方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。